光が差せば影が落ちるように、すべての物語には避けられぬ因果がある。教科書の隅で忘れられた小さな運命の音を聞く。国語対話、始まります。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。放課後の雑談ラジオ、国語対話へようこそ。平安末期の荒れ廃したセーブポイントへようこそ。コメンテーターの猫であります。ナビゲーターの MC です。今回取り上げるのは芥川龍之介の不朽の名作羅生門。誰もが一度は教科書で出会う、まさに国語界のラスボスですよね。さあよ、全国民に老婆とニキビという強烈なミームを刻み込んだ実に見事な設定の宝庫です。大人になった今こそこのバグだらけの世界観を再解析すべきでしょう。もうすぐ理屈っぽくなる。見てください。今回のイメージイラスト、テーマはスーパーフラットで描いてきました。じゃーん。おっと、これは遠近法を完全に排除したことで主人公と背景の主体が10日に扱われている。まさに倫理のエントロピー増大を表現した前衛芸術だ。でしょ。特にこの老婆の白髪をビビッドな蛍光ピンクで一本一本丁寧に植毛をペイントしたのがこだわりなんです。主体にその色を選ぶ色彩感覚、学術的には完全にエラーですが、そのサイコパスな解釈、界隈がざわつきますよ。最高の褒め言葉ですね。それでは雨に煙る不穏な京都へ一緒にログインしてみましょうか。ではあらすじを見ていきましょう。先ほどのイラストでも触れましたが、舞台は平安末期の京都です。地震、辻風、火事、飢饉、あらゆる災害イベントが同時発生して都のインフラが崩壊した罪の状況でありますな。そんな荒れ果てた羅生門の下で一人の下人が雨闇を待っています。彼は数日前に主人からクビにされて途方に暮れているんです。無職確定。しかも右頬には大きなニキビ。若さゆえのホルモンバランスの乱れと将来への不安、パラメーターが同期しています。彼はそこで飢え死にするか盗人になるかという究極の二択に悩むんですが、決心がつかず、とりあえず門の上に登ってみることにしました。とりあえずセーブポイントを探すムーブですね。しかしそこは死体捨て場、推奨レベルが高すぎますぞ。するといました。死体の山の中で松明を灯して死んだ女の髪の毛を一本一本抜いている老婆が。出た！教科書トラウマランキング殿堂入りの名シーン。死体から素材を回収するあまりに猟奇的なファーミング行為です。それを見た下人はあらゆる悪に対する反感が燃え上がって老婆に飛びかかります。何をしていた？言え！って正義のヒーローみたいに太刀に手をかけて。正義マンへのジョブチェンキマ早い。さっきまで盗人になろうとしていたのに自分を棚に上げて物理攻撃とは。でも捕まった老婆はこう弁解するんです。この死んだ女は干した蛇を魚だと居座って売るような悪人だった。だから私が髪を抜いてカツラにしても許されるはずだ。生きるためなんだからと。生きるためならルール無用という生存戦略、サバイバルロジックですね。悪人が悪人を食う地獄の食物連鎖を正当化しましたね。それは人のせいにする悪い子の理屈ですよ。悪いことをしたからって死体いじめをしていい理由にはなりません。先生、そういうへりくつは大嫌いです。MC 氏、声のトーンが教育的指導モードに入ってますぞ。目が座っていて怖いです。クホン、失礼しました。で、その理屈を聞いた芸人はきっとそうかと冷ややかにつぶやいて、なんと老婆の着物を剥ぎ取るんです。おーっと、まさかのカウンター攻撃。相手のロジックを逆手にとって、じゃあ俺が強盗しても文句ないよなと実行に移した。俺もそうしなければ飢え死にする体なのだという名言を残して、下人は老婆を蹴り倒し、黒糖トータル夜の闇へ駆けおだっていきました。そしてラストの一文、下人の行方は誰も知らない。完全なるバッドエンド、いや誰も勝者がいない虚無エンドであります。本当に救いがないのが最高ですよね。さて、あらすじをおさらいしたところで、次はこの物語に隠された矛盾を掘り下げるコーナーへ参りましょう。
さて、ここからは作品の不都合な真実を冷徹に解析していきます。ところで猫さん、私気になります。おや、何ですか？あらすじの要因も冷めやらぬ中、また何か設定のロアの矛盾を見つけましたかな？老婆のビジネスモデルです。死体の髪を抜いてカツラを作ると言っていましたが、今の京都は飢饉ですよ。エンゲル係数が爆上がりしている極限状態で、誰がファッションアイテムのカツラなんて買うんですか？需要と供給のバランスが崩壊してます。これ完全に在庫リスクを抱えるだけの死に筋商品ですよね。おっと、そこですか。確かにマズローの欲求階層説で言えば、生理的欲求、食料が満たされていない段階で承認欲求を満たすアイテムは売れない、経済学的には極めて非合理な生産活動であります。ですよね。しかも一本一本手作業で抜くなんてタイパが悪すぎます。そんな暇があったら、その松明の火を使ってネズミでも焼いて売った方が高タンパクで利益率が高いはずです。経営判断として0点ですね。死者の尊厳よりも先に利益率でダメ出しされるとは。しかし MCC 老婆は猿のように抜いたとあります。これは脊髄反射的なある種の反復脅迫に近い行動であり、もはや経済合理性を超えたバグ挙動なのかもしれません。猫ちゃん、難しい言葉でごまかしちゃダメですよ。お片付けもできないのに言い訳ばかりするのは悪い子です。出た、恐怖の歌のお姉さんモード。目が笑っていませんぞ。そもそも衛生管理がなってません。フランシュタインに素手で触るなんて、感染症対策はどうなってるんですか？ちゃんと消毒液でシュッてしました？してないですよね。バイハザードですよ、バイハザード。先生許しませんからね。法医学的見地から補足しますと、死後硬直が解けた後の組織は極めて脆く、細菌の温床となっております。当時の衛生環境を考慮すれば、羅生門の籠城は現代でいうところのレベル4バイオハザード実験室に等しい危険地帯。そうでしょ。なのに主人公の下人も下人ですよ。最後に老婆の着物を剥ぎ取って逃げましたけど、その着物、死体と濃厚接触していたおばあさんが着ていた激古着ですよ。クリーニング代の方が高くつきます。絶対に元が取れません。確かに市場価値はほぼゼロ、むしろ廃棄コストがかかる負の遺産。それを生きるためと言って奪うのは生存戦略としても計算ミスが甚だしい、ただの八つ当たりですな。はい、よくできました。結局このお話の登場人物はみんな生きるためという魔法の言葉を使って自分の計算ミスとわがままを正当化しているだけなんです。みんな廊下に立ってなさい。うわー、平安末期のニヒリズムがまさか幼児協力的児童によって完全論破されるとは。論理の暴力です。お手柔らかにお願いします。でも不思議ですよね。これほど登場人物全員の倫理観が崩壊していて、経済的にも破綻している救いのない話が、なぜ長年学校の教科書に載り続けているんでしょうか。それこそが最大のミステリー。単なる道徳教材の枠には収まらない国家レベルの教育のバグを感じますね。ですよね。ひょっとしてこの作品を書いた作者自身に何か秘密があるんじゃないですか？次はその創造主の脳内へハッキングしてみましょう。さて、先ほどは羅生門の登場人物たちの自分勝手さや経済的な非合理性についてつい熱くなってお説教してしまいましたが、ここで一つ大きな疑問が浮かびませんか？確かに倫理的にも経済的にも破綻した救いようのないバッドエンドの物語。普通なら R 指定あるいは有害図書扱いされてもおかしくない劇薬であります。そうなんです。それなのになぜこの作品は長年にわたって日本の中学校の国語教科書にまるで聖典のように掲載され続けているのでしょうか。今回はその教育的意図という名の裏コードを読み解きましょう。来た、それこそが文部科学省が仕掛けた壮大なトラップ。著者の芥川龍之介氏は当時20代前半。彼もまたシステムの一部に過ぎません。重要なのは誰が書いたかではなく誰に読ませるか。ターゲットは中学2年生14歳、いわゆる中二病の最盛期にある脳みそです。なるほど、14歳。発達心理学、特にピアジェの思考段階説で言えば抽象的な思考が可能になり、社会の矛盾に気づき始める多感な時期ですね。
その通り。自我が肥大化し、自分は特別な存在だと錯覚しているその時期に、あえてこの羅生門という絶望的なウイルスをインストールするのです。お前も極限状態になれば平気で悪をなすただの動物だという事実を突き詰めるために。言い方が悪役すぎますよ。でも一理ありますね。小学校までの道徳では、嘘をついてはいけません。人に優しくしましょうという絶対的な正義を教えますが、この作品はそれを粉々に破壊しますから。さよう。これは正義の相対化を行うための通過儀礼、イニシエーションなのです。生きるためなら悪も許されるのかという解のない問いを投げかけ、生徒の脳内に認知的不協和を意図的に引き起こす、実に巧妙で残酷な洗脳システムだ。そうですね。純粋な子供たちにきれい事じゃ生きていけないのよと教え込み、絶望への耐性、ワクチンを打つ。管理する側からすれば、夢見がちな子供のまま社会に出られるより、早めに共犯者にしてしまった方が扱いやすいですからね。MC 氏、今は完全に支配者側の視点で語っておられましたぞ。笑顔なのに目が検閲官のように冷たい。解釈違いというか属性方で処理落ちしそうです。あらやだ、私ったらまた教育的指導が漏れちゃいました。てへくろ。とにかく、この作品は私たちが大人になるために避けては通れない門だったということですね。へえ、まあそういうことにしておきましょう。かつて教室でこの呪いを受けた私たちも、今や立派な社会の歯車、サバイバー。もはや教科書の権威に怯える必要はありません。そうですね。呪いが解けた今なら、この深刻な物語をもっと自由に楽しめるはずです。というわけで、続いては、現代の生存者たちがネットの海でこの作品をどうおもちゃにしているのか、覗いてみましょう。さて、楽しい時間はあっという間ですね。そろそろ放課後のチャイムが鳴りそうです。平安末期のディストピアから令和の平穏な日常に戻る時間、フェーズでありますが、先ほどのコーナーで大人の通過儀礼というお話が出ましたが、今の若い子たち、つまり Z 世代やアルファ世代にとってこの作品はどう映っているんでしょうか。実に見事な伏線回収です。ネットの海を観測するに、現代の若者にとって羅生門はもはや古典ではなく闇落ち RTA として消費されています。 RTA？ ゲームのクリア時間を競うあれですか？芸人くんバグ技とも使ったんですか？ええ、ある意味では。迷える無職がたった数ページで老婆を論破し、装備を奪ってヴィラン化する。その速度がタイムパフォーマンス最高だと評価されているのです。なるほど。確かに TikTok 動画みたいに展開が早いですもんね。ニキビ面の僕が老婆を論破して最強になった件みたいな。さよう。そして彼は失うものが何もない無敵の人へとジョブチェンジした。これは現代のジョーカー映画と同じ文脈で、格差社会に生きる若者の共感を呼んでいるのであります。うわー、急に生々しい。でも高いところに登って悪いことしてる人を見つけると、ちょっとドキドキする気持ちはわかります。おや、MC 氏にもそんな覗き見趣味的な過去がある。優等生キャラにあるまじき発言ですぞ。実は私、高校時代生徒会の風紀委員長だったんですよ。風紀委員長？校門で服務チェックとかしてくる秩序の権下？はい。だから放課後の見回りで屋上とか非常階段の踊り場とかによく登ってたんです。そこに隠れてる悪い子を見つけるとね、ゾクゾクしました。ひー、下人が老婆を見つけた時の心理そのものじゃないですか。あらゆる悪に対する憎悪じゃなくて、ただの捕食者の目線ですぞ。スカートの丈が短い子には優しくメジャーを当ててあげましたし、漫画を読んでる子からはその本を没収してましたね。あれは正義の執行でした。この人、下人よりたちが悪い。権力を重ねきて合法的に略奪を行っていたとは、解釈一致すぎて震えが止まりません。あら、猫ちゃん、何か言いましたか？職員室に行きたいかな？めっそうもございません。私は善良な一般市民、ただの通りすがりの科学史オタクであります。よろしい。というわけで、物語の解釈は時代とともに変わりますが、人間の本質は変わらないということですね。全くもってその通りであります。物理法則が変わらないように、人間の業もまた不変。さて、
今回も深い対話ができましたね。下人の行方は誰も知りませんが、私たちはまた来週この場所でお会いしましょう。皆様、夜の京都にはくれぐれもご注意を。着物を剥ぎ取られないよう戸締まりは厳重にお願いしますぞ。それではまた次の放課後にお会いしましょう。お相手はナビゲーターの MC とコメンテーターの猫でした。